至れりの72分の1スケールトーネード MRCA の仮組みを行います。トーネード？それに MRCA って何ですか？ MRCA はマルチロールコンバットエアクラフトの略で、トーネードの開発計画時に使われていた呼称なのだ。ということはこのキットは量産機じゃなくて試作というかプロトタイプがモチーフってこと？その通りなのだ。しかもこれは至れりではなくイタラエレイ時代の製品で、実はかなり古いキットなんだ。前のブランド名ですね。そうなのだ。発売はいつ頃ですか？1978年の発売みたいだね。トーネードの初飛行が1974年で、部隊配備が1979年だから、至れりらしいフライングキットと言えるのだ。なるほど、機体の部隊配備前に出してきたわけですね。至れりのお家芸ですね。塗装も随分派手ですね。これは西ドイツ空軍機で、後にトーネード IDS として採用される機体のプロトタイプ。 IDS って何の略？インターディクターストライクの略で、低空進行からの精密打撃を得意とする冷戦機のマルチロール爆撃機という位置づけなのだ。イギリス空軍用のマーキングも入ってるみたいですね。それはイギリス空軍用のプロトタイプで、後の GR1 なのだ。基本的な構造は IDS とほぼ同じなんだけど、国ごとの装備や電子機器が若干異なるのだ。その後イギリスでは迎撃型の ADV も登場しますよね。そうそう、 GR1 が偵察対地攻撃用なのに対して、ふむふむ。 ADV は防空用迎撃戦闘機型。イギリスではトーネード F2 や F3 という呼称が使われているのだ。偵察対地攻撃型が GR1 なので、戦闘機型は F2 になるのね。 F は戦闘機って意味らしいね。つまりこのキットはトーネード IDS と GR1 のプロトタイプが作れるというわけね。そうなのだ。ところでなぜこのキットを選んだんです？正直今さらプロトタイプだけを単体で買う理由はないのだ。これはヤフオクでまとめ売りの中に入っていたものなのだ。なるほど、いわゆるおまけ枠ってやつですね。そういうこと。ちなみに至れりのトーネードは MRCA をベースにパッケージを変えながら何度も再販されている。 ADV は迎撃型の ADV のキットも1989年に新規金型で登場したのだ。差し替えパーツじゃなくて新金型なんですね。そうそう、 ADV は機種や後方レーダーが大きく異なるので、完全な新規パーツ構成になっている。本当だ、ランナー構成が全然違いますね。ちなみにタミヤのオーバードコレクションから出ているトーネード F3 も至れりのこの ADV 金型を OEM したものなのだ。 MRCA の金型も進化してるの？実は MRCA の金型も時代に合わせて何度も改修されているのだ。そうなんですね。例えば1988年に発売された西ドイツ空軍仕様では JP233 滑走路破壊兵器のパーツが追加され、ランナー構成が少し変わっている。本当ですね。装備パーツの追加で尾翼の位置が違いますね。さらに1990年頃のキットではパイロンや増装、各種兵装のパーツが再設計されていて、より実戦型の内容になっているのだ。つまり最初はプロトタイプベースのキットだったけど、改修を重ねて量産型トーネードへ対応していったというわけですね。そういうことなのだ。40年以上のロングセラー金型ってまさに至れりらしい歴史の積み重ねなのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは遥か雲の上を飛行するトーネード MRCA なのだ。プロトタイプということで塗装が派手ですね。箱の中身はジャーマングレーのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは2種類。イギリス空軍のプロトタイプで XX948、西ドイツ空軍のプロトタイプで E959 となる。結局どちらもプロトタイプってことね。部品点数は全部で99点。さすが可変翼機、部品点数はかなりあるわね。それでは至れりの72分の1スケールトーネード MRCA の仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は複座となり全部で12パーツ。操縦席床と座席、操縦桿、サイドパネル、隔壁となるのだ。ケーキパネルもあるわけね。それは胴体に接着するのだ。ケーキパネルはデカール表現ですね。そうなのだ。パイロットがついてますね。2名付属しているのだ。次はエアインテークですね。エアインテークは2個組み立ててそれぞれにパーツ構成なのだ。後ほど胴体に接着するわけね。そうなのだ。
次はエンジンですね。総発エンジンなのでこちらも2セットとなる。と言ってもエンジンノズルのみなのだ。今は切り出して終了ね。次は主翼、尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初は主翼部分の組み立てから始まるのだ。いつもと順番が違いますね。主翼の可動ギミックがあるからね。なるほどね。トーネードは主翼にもパイロンがついてるんだけど、主翼の可変とともに向きが変わるみたい。その部分を再現できるわけね。ということで左右主翼かパーツにパイロンを取り付ける。マイナスドライバーなど熱してダボを潰すのだ。古典的なやり方ですね。これができたら主翼の貼り合わせを行う。主翼のモールドはどうでしょうか？大モールドとなる。やや太いモールドかな。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は3パーツ構成。こちらも稼働のためのパーツがあるのだ。次はいよいよ胴体ですね。胴体は上下分割の2パーツ構成。機首に重りを入れて操縦席と主翼、水平尾翼を挟んで接着なのだ。重りは 4g 入れましたね。ここでエアインテークも取り付ける。胴体のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなっている。機首の側面にモールドがほとんどないのだ。最後は垂直尾翼ですね。垂直尾翼は全部で4パーツ構成となる。出来上がりはこんな感じね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割式だけど操縦席の開閉選択はできないのだ。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右の主脚から。主脚は角2パーツ構成なのだ。タイヤと足本体ね。さらに胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は4パーツ構成。脚本体にタイヤ、カバーなどが含まれる。ここにも胴体に取り付けるカバーがあるわけね。そうなのだ。次は細かいパーツですね。胴体上部にアンテナを2つつけて、胴体上面にエアブレーキを取り付けるのね。ノーズコーンに気筒管もつけるのだ。最後はアクセサリー関連ですね。胴体下にパイロンを3つ取り付けるのだ。吊るし物はイギリス空軍機と西ドイツ空軍機で選択できるわけね。西ドイツ空軍機は真ん中のパイロンには LR25 のロケット弾ポット。イギリス空軍機は1000ポンド爆弾が吊るせるみたい。両脇のパイロンは西ドイツ空軍機は1000ポンド爆弾みたいだね。イギリス空軍機は AR マーテルみたい。主翼のパイロンには何が吊るせるの？外側のパイロンにはスパローが吊るせて、西ドイツ空軍機のうちのパイロンにはコルモランが吊るせるみたい。対艦ミサイルですね。イギリス空軍機は1000ポンド爆弾なのだ。これで大体完成ですね。では終わりに総評なのだ。今回はイタレリの72分の1スケールトーネード MRCA の仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた感想はどうでしたか？金型回収を何度も重ねているシリーズだから、この回収前のキットは今となっては貴重な存在なのだ。パーツの合いはどうでした？ところどころ段差や隙間が目立つ箇所があって、仮組みの段階でも少し修正が必要だと感じたのだ。機種側面のディテールもちょっと惜しかったですね。そこは後期の金型回収で修正された部分かもしれないね。この初期版では塗装図を参考にして筋彫りを追加した方が良さそうなのだ。可動ギミックの印象はどうでした？塗装を考えると主翼のダボ穴を U 字に加工して後はめできるようにした方がいいかもしれないのだ。その分左右の連動稼働はできなくなるけどね。それは少し残念だけど、仕上がり重視なら仕方ないですね。そうなのだ。稼働を取るか塗装のしやすさを取るか悩ましいところなのだ。とはいえ当時としてはなかなかの意欲作ですよね。1978年当時はまだ試作段階の機体を題材にしたフライングキットで、実機登場前からモデル化されたという点では好感を持って迎えられたと思うのだ。プロポーションもトーネードらしいシルエットで悪くないですしね。そうなのだ。プロトタイプとして割り切れば十分に魅力のあるキットなのだ。なるほど。資料的価値も含めて初期トーネードを楽しむにはちょうどいいキットですね。当時の味わいが残る歴史を感じるキットなのだ。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。